メリー、遅い。何十分待ったと思ってるの？蓮子？あれ？幻想郷は？は？私ね、さっきまで、幻想郷にいたの。トイレ探し回って、偽蓮子と一緒に観光して、里の連中に捕まって、妖怪たちの生贄にされて、お嫁さんにいけない体にされて、最後に、食べられちゃうとこだったのよ。いけない、早く、戻ってあげないと。またそんなわけのわからないこと言って。もう一度、黄色い救急車に連れて行かれたいの？違うの、本当に。ちゃんとお薬飲んでる？そんなことよりもほら、見てこれ、うちの大学で大発見よ。蘭様？さっきのあれって。あれ、絶対ゆかり様の関係者だよね。私たち、ちょっと調子に乗りすぎてましたよね。きっと、すっごいお仕置きが待ってるよ。貴様、よくもメリーを。全部お前のせいだ。どうなるかわかってるんだろうな。返して、メリーを、返して。悟り様、なんてことしてくれたんですか？ちゃんとみんなに謝ってくださいよ。トゥルルルルルル、トゥルルルルルル。あー、電話が鳴ってる。電話って何？ほら、電話が鳴ってるから。トゥルルルルルル。ほら、ね。ガチャ。もしもし、悟りです。おい、何ふざけてるんだよ。あら、英樹様、ご無沙汰しています。はい、お呼び出しですか？暇なのですぐ行きます。というわけなので、私はこれで失礼するわね。こら、そんなのでごまかせると思ってんのか？あら、英樹様の呼び出しに遅れたら、あなたが代わりにお説教を聞いてくれるの？この中で、地獄の閻魔様に逆らえるやつが、いるのかしら？私を、どうこうできるやつがいるのかしら？じゃあ、行くわね。悟り様？人間、食べていかないんですか？そんなに人間が食べたいのなら、ついてこなくていいわよ。よそんちの子になりなさい。悟り様、待って。捨てないで。かなこ様が尻尾を踏むと、足元からたくさんのキノコが生えて、魔法の森になりました。諏訪子様が塩をまくと、降り積もって、妖怪の山になりました。二人の神様が、土俵中央でがっぷり4つに組むと、汗が滴り落ちて、霧の湖になりました。そして、早苗さんの流した涙から、幻想郷の人間たちが生まれました。いい出来だ。特にこの、体格的に不利な諏訪子が、じわじわと土俵際に追い詰められる描写のリアルさが秀逸だぞ。ありがとうございます。なんなのこれ。幻想郷の新しい創世神話ですよ。来年度からの歴史の教科書に掲載されます。5年も経てば事実として定着するでしょう。私たちが、幻想郷創世の神になれるってこと？そんなめちゃくちゃなこと、できるの？常識は死にました。高校中退の私が幻想郷の頂点に立つ。これこそが、ケイメ先生の歴史を作る程度の能力なのです。さらに今後は、冠婚葬祭から里の公的行事まで、すべて守谷神社で取り仕切っていただきます。先生、困ったことがあったら、何でも言って。ありがたいお言葉。妖怪撲滅の件、よろしくお願いいたします。任せときなさい。人間から信仰が得られるんだもの。もう、
妖怪どもは用済みよ。利用してるだけよ。あいつら、用が済んだら消されるかも。まさか、いくらなんでも神様相手にそこまでするかよ。筋金入りの人間至上主義者だって言ったでしょ。ケーネは人間以外に容赦しないわ。秋姉妹って知ってる？ああ、山奥で野良犬みたいな生活してる、しょぼい神様のことだろ。そう、あの情けない顔した貧乏臭い連中のことよ。今ではカブトムシよりもありがたみが薄い哀れな神様だけど、あんたたちが生まれる前は豊穣の神として里の中にも強い影響力を持っていたのよ。ほら、もっとお供え物持って今回。信仰が足らん奴らの単語には、米の一粒も実らせんぞ。誰のおかげで、飢え死にせんで済むと思ってるんじゃ。お姉ちゃん、私、クジラベーコンが食べたい。クジラベーコンじゃ、みのりこ様がクジラベーコンをご所望じゃ。クジラベーコン？海のない幻想郷じゃクジラベーコンなんて作れないし、当時は外の世界から流れ着くことも稀で、すごい貴重品だったのよ。それでも、接待役だったケーネは、苦労してなんとか数切れのクジラベーコンを手に入れたんだけど。このベーコンを作ったのは、誰だ？まずい、これ、マッコウクジラね。私がクジラって言ったら、ナガスクジラに決まってるでしょ？山の神様だと思ってバカにして。ようわかった。今年からずっと大飢饉じゃ。もう、米も芋も実らせてやらん。雑草の一本も生えるようにしてやるわ。芋がなければ、糞便を食べればいいじゃない。ケーネは、切れた。当時最盛期にあったアーキ姉妹を半殺しにした後、幻想郷のあらゆる文献から奴らの貴族を抹消し、関連行事を禁止した。さらに、農作物の品種改良により、飢饉を克服し、豊穣の神の存在意義を失わせ、アキ姉妹への信仰を消滅させた。数年後、奴らがケーネに土下座しに現れた時には、もう、今のような無残な姿に。あいつら、信仰の残りかすだけで、なんとか生き延びてるんだな。とにかく、ケーネは相手が神でも容赦しないわ。神も妖怪も本質的には変わらないからね。ケーネは本気で人間以外を全て消してしまうつもりよ。レイムの方がまともだった気がしてきたぜ。英貴様に会いに来たら、いきなり裁判やってるんだもの。驚いちゃった。これまでの流れを説明してちょうだい。裁判を勝手に止めないでください。何か意義があるのではなかったのですか？今、異議の内容を検討しているところです。少々お待ちください。そう、やっと幻想郷に戻る気になってくれたの？でも、英貴様には痛いとこ疲れたわね。白霊霊夢は、妖怪と本気で殺し合えるのか？実際は、どうなのかしら？いい加減にしなさい。いつまでもあなたたちの相手をしている暇はないのです。そこ、うるさいです。法廷では静かにしてください。最初は霊夢が帰ってくるだけで一件落着かと思ってたけど、もう、そんな単純な状況ではなくなったわ。白霊の巫女として、悪い妖怪たちと殺し合う？妖怪に味方して、人間を敵に回すのも、ありかもよ。それともまだ、みんなが仲良くなれる方法が、残ってるのかしら。そもそも私の裁判では、異議申し立てなど認めていないのですよ。無礼者、ゆゆこ様のお言葉が聞けぬと申すか。ゆゆこ様、もう限界ですよ。どうせ私の言うことなんか、聞かないんでしょう？幻想郷は、あなたたちの好きなようにしていいから、ここは私に任せなさい。さあ、ひっくり返すわよ。
どういうつもりですか？あなたは、形式上とはいえ、私の部下なんですよ。ええ、よーくわかっておりますわ。それでは、弁護人による弁論に移ります。裁判を勝手に進めないでください。裁判長殿、この裁判では、判決を大きく左右する、最も重要な事実が、見逃されています。そう、犯人は、私。ねえ、白亜紀の岩塩の層から恐竜と一緒に見つかったニコさんがメリーの知り合いって、どういうことなのよ。だから、幻想郷でちらっと見たことがあるって言ってるでしょ？なんで蓮子、お酒飲んでるの？助手を買収して、大学の立ち入り禁止区域に忍び込んで、ニコさんを誘拐するとか、シラフでやってられるか。バレたら、退学どころじゃ済まないわよ。付き合わせちゃって、ごめんね。なんでこんなところにいるのか、わからないけど、幻想郷にはきっと、あの子が必要なのよ。連れて行ってあげないと。わかったわかった。信じるわよ。この攻撃は、岡崎教授。誰よそれ。比較物理学の教授にして、科学とオカルトを極めた最強の人類。なんでうちの大学にそんなのがいるの？まずい、戦闘服まで装着して、私たちを排除する気だわ。わかった。うちの大学は、頭おかしい。